走り始めてしばらくすると、もっと速く走れるようになりたいなって思ってくる、そんな時期がやってきたのではないでしょうか。そんな時にもっと頑張って速く走らないと、そう思いがち、スピードを上げがちなんですけど、スピードを上げるとやっぱり体への負担ってすごい上がってくるので、怪我しやすくなってしまったりするんですね。その中でめちゃくちゃおすすめなのが LSD Long Slow Distance ということで、ゆっくり長く走ろうっていうやつですね。ゆっくり長く走って体の機能を上げていくっていう練習方法なので、体への負担は少なくなってきます。簡単に言うと、怪我しづらいけど体の成長はしやすいっていう、そんないい練習になってくるので、今日はお届けしたいと思います。皆さんこんにちは。ランニング大好きシンガーソングライターのER山水です。思い起こせば私が走り始めたのは15年以上前になってくるんですけど、もうとにかくですね、結構ゆっくり走ってたんですよ。ゆっくりしか走れなかったんですけど、でもある程度のところまでは気づけばゆっくり長く走ってるだけでスピードアップもしやすくなってきたので、この練習はね、自分自身もやっていてすごく良かった練習。特にランニングを始めたばっかり、3ヶ月とか半年とか、これからちょっとハーフマラソンとか、いつかはフルマラソンやってみたいななんて思ってる時って、体ってまだね出来上がってないんですよね。そこで結構負担をかけて走ってしまうと怪我しやすくなってくる。これね本当に悲しいんですけど、こうやっていろいろ発信とかもしてるんで、いろんなランナーさんだったりとか、やめちゃったって人にも結構会うんですよ。もう一番多いのが、3ヶ月は良かったんだよね、どんどん走れるようになったんだよね、で大会向けて直前に怪我しちゃって、でそれでもうやめましたとか、であの時に痛いのが、ちょっと1年経ってもまだ痛いんだよねとか、でこれがさ、正直10代20代だったら回復してくるんだけど、やっぱりもう40、50で、それこそ還暦を過ぎてからランニング始める方とかも結構多いので、そうなってくるとちょっと怪我しちゃったら回復っていうのが遅くなってくるので、遅くなった回復の間にもうランニングやめたってなってしまう。だからこそ今日は負担は少ないけど体の機能は上がってくる LSD を強くお届けしていきたいと思っております。さあどれぐらい走っていこうか。ロングスローディスタンスパッと調べると大体ね2時間とか出てきます。いきなり2時間走らないでください。大体ねランニングの1回の距離って疲労が抜けたら10分増やしていく、そんな感じでいきなり増やさない、休息も入れていくっていうのがすごい大事になってくるので、60分走れるようになった方はまずは70分、それでねロングスローディスタンスだとしたら1時間半走れるのをね目安にしてみましょう。そしてねもうちょっと体ができてきたら、2時間120分っていうのが、目安になってくるところだと思います。そこで大切なのがロングスローなんで、本当このスローめっちゃ大事なんで、スローだからこそ体の機能が上がる部分もあるので、ただスローってどれくらいなのか、これ難しいじゃない。でこの時に参考にしてほしいのが、もう私結構このチャンネルで言ってるんですけど、心拍数なの。これから夏暑くなってくるので、それこそ初心者の方はびっくりしちゃうかもしれない。私春キロ6というペースを切って走れるようになったのに、キロ6分半でももう息苦しくて難しいです。そんな方多いです。はい、そうです。暑くなると心拍数上がりやすくなってペース落ちます。これもみんなそうなのでびっくりしないで、これもね先に知っといて、夏はだから暑いと心拍数が上がるから、その分ロングスローディスタンスはなおさら落としていくっていうところで、大体心拍数ゾーン2と言われている最大心拍数の60から 70% でロングスローディスタンスやるといいですよと言われております。なので、大体最大心拍数の出し方もねこちらに載せておきます。220引く自分の年齢、そう年齢が大事になってくるの。じゃあ例えば30歳の人だったら190、40歳の人だったら180、50歳の方だったら170ってことは、これの6から7割っていうと LSD をやる時の心拍数って結構低いの。正直見た目で言っちゃうとどれくらいかっていうと、結構このぐらいに近いです。はい、間違いなくこういうペースではないです。はいそんな感じでね心拍数が大切になってきますっていうところで、普段ねキロ6分とか6分半で走ってる人は、本当にキロ7とか8とかでも全然大丈夫です。それこそゆっくり走ってるのと歩く速さが変わらなくても、心拍数ってやっぱりこの動きを入れてる分上がってくるんだよね。なのでそれでも十分体って鍛えられていくので、ペースはそんな感じでとにかくゆっくり
ね、上がるよりもゆっくりの方がこれはね意味があることになってくるので、ゆっくり心拍数を上げずに長い距離走っていただきたいと思います。ゆっくり長く走っていると体の毛細血管が元気になってくれて、酸素を巡りやすい体になったりとか、脂質代謝、脂質をね使って走りやすくなってくる。そうするとねフルマラソンの後半とかやっぱり強くなってくる。でさらに長い距離走ってると90分以上、120分とかさ、本当にプラダを着た悪魔とか全部見れちゃうぐらいの長さをねずっと走ってるわけで、そうするとメンタルめちゃくちゃ鍛えられます。これをねやれるとやっぱり長い距離への抵抗感っていうのがなくなってくる。脳みその疲れっていうのもだいぶ変わってくるので、脳のためにも体のためにもロングスローディスタンス、長くゆっくり走るっていうのはすっごい大切になってきます。ここでねとっても大切になってくるのはフォームでございます。しっかりと気をつけてあげたいところを下の方からまとめていきたいと思います。ゆっくり走るとどんなことが起きちゃうのかっていうとね、膝走りしやすい方めちゃくちゃ多いです。ゆっくり長く走る時こそこの辺しっかり使いたいところへの指令をちゃんと上げてください。でそうするとこの辺みぞおちあたりからゆっくり走る時でも上げるんだと思うと、ズルズルする音は絶対しない。正直ね足音ズルズルする方はもう膝下を使って走ってるので、自分の足音耳研ぎ澄ませて走ってあげてください。でさらにねなんかゆっくりでいいからって膝内側に入っちゃったりとかしやすくなってくるので、膝はねしっかりと前向いてんのかなとか、腰が落ちたまま走れるからね、走れちゃうじゃんゆっくりだからって。でもそれはねもったいないので、今こう手をグッと上げた感覚だったりとかして、こう腹圧をねかけてあげる。お腹にちょっと腰が下がらないように走ってあげることで、そしてねゆっくりの時はね大体できると思うんだけど、肩内側に張りやすい。ゆっくりでいいよこうなりやすいので、肩しっかりと開いてあげる感覚ね。私がねよく気をつけてるのは親指外側でこうやって引いていく感覚。親指が中に入ってくると、こうやって入ってくると結構内側に肩入りやすいので、リラックスするんだけど親指は外側に向いてる感覚で走るのを気をつけています。そしてめちゃくちゃ大事な頭、ゆっくりでいいからってこう頭こうやってね肩丸めて頭もね前に出してしまうと、どうしたって足上がりづらくなってきたり酸素入りづらくなってくるので、頭はしっかりと上に頭はね上に引っ張られてるとね腰も下がれないから、10分に1回ぐらい思い出して、90分走るなら9回思い出して肝に銘じてすっごい大事なので。というのでねLSD 暇だと思ったでしょ。長いゆっくり走る暇だなと思ったけど暇じゃないからね、はい、走りながら自分の足元腰下がってないかな、しっかり肩は開いてるかな、頭またなんかちょっと上から引っ張られてる、こんな風にね自分のフォームをしっかりと整えながら走ってたらあっという間です90分逆にね悪いフォームで走り続けてしまうと、普段のね練習っていうの質がまた落ちてしまうので、 LSD やるとしたらフォームはしっかり気をつけて、これもとっても大切になってきます。はい、いろいろ言いましたけど、あとはね楽しい補給ですね。はい、しっかりとね体長く動かすのでご飯も食べてあげてください。途中でねお水取るところがもしなければザックだったりとか、ポーチとかね、ここら辺に入れられるポーチとかも売ってますので、そんなの使いながらね水分補給はしっかりしてあげてください。90分とか120分ノー補給とかはもう本当に危ないので、特にこれから暑くなってくるので水分は喉が渇く前に取ってあげるっていうのを意識的にやってあげてください。そしてねここで LSD おすすめなシューズっていうと、やっぱりねゆっくりだから衝撃少ないとはいえど長い距離走るので衝撃をちょっと吸収してあげやすいフォームがねしっかりしているランニングシューズを履くのをおすすめとしております。ということでね、これからちょっとランニングステップアップしていきたいなっていう方、ぜひ LSD トライしてみてください。昨日 LSD やったんだよね、 SNS 書いてみてください。私の友達とかでも最近走り始めた子いて、走り始めた子の用語がさだんだん変わってくるわけ。投稿してるのが距離も変わってくるしスピードも変わってくるんだけど、なんか投稿内容がなんか超ランナーっぽいみたいな感じですごい嬉しくなってきちゃったりして、なのでぜひですね皆さん LSD 使ってみてください。ということでまたうたらんチャンネルで楽しく怪我なく走っていきましょう。バイバーイ。